はい、皆さんこんにちは、アメティ先生です。今日は新しくなったアフィニティフォトのチュートリアルを紹介していきます。アフィニティフォトはですね、写真加工のアプリになります。Adobe で言うと、Photoshop と Lightroom が混ざったようなアプリになるんですけれども、ロー現像だったりとか、あと画像合成とか、本当にレベルの高いことができるんですけども、このアフィニティフォトがバージョン2になりました。バージョン1を持ってる人もですね、バージョン2を買い直さなきゃいけないんですけれども、3000円ぐらいになるので、1回買い切りになるので、ぜひ買い直してください。本当に使いやすいので、もうめちゃくちゃおすすめでございます。で、今日何やるかっていうと、私の写真をですね、合成していきます。このスタジオ撮影した写真があるんですけど、これをですね、こんな感じで色調整したりして、あとマスクですね。背景切り抜きって言ってこういうのもできます。背景切り抜きして、後ろをですね、紫にしたりとか。で、紫にして上にイラストをこんな感じで載せて、さらにはこの後ろにですね、こんな感じでいろんなイラストをくっつけたり、いろいろやっていきたいと思いますので、画像の切り抜きとか、あとレタッチとか、本当にいろいろ紹介していくので、ちょっと長くなるんですけど、最後までぜひ見てほしいです。はい、ということでやっていきましょう。はい、じゃあアフィニティフォト開くと最初こんな感じの画面になってるんですけども、これ今サンプルがいろいろ並んでますね。で、アフィニティフォトはですね、基本的に写真編集をしていくアプリになるので、開くっていうボタンが一番よく使うかなと思います。この開くから自分のカメラから写真読み込んだりとか、あとはローデータですね。ローデータを読み込んでいったりします。私は今回スタジオ撮影したローデータをですね、修正していきたいと思いますので、デスクトップに保存しているローデータを選択していきます。これですね。これローデータになります。はい。で、そうするとですね、こんな感じで開かれるんですけど、これ今、ロー編集の画面になります。ここにですね、いろんなパネルがついてるんですけど、ここでロー現像をやっていきます。ロー現像がわからない人はですね、ロー現像とは何かっていうのをちょっと一回ね、調べていただく必要があるんですけど、基本的には写真編集ですね、明るくしたりとか暗くしたりとか、色を変えたりするっていう風に思ってもらったらいいと思います。明るくしたりとか、あとはホワイトバランスですね、こんな感じで、オレンジにしたりとか、青にしたりとか決めれます。これは色味を調整してるだけなので、本当になんか合成したいとか、歪ましたいとか、そういう時はこの次のステップになるので、まずここで色を修正してください。はい、ディティールっていうところ行くとですね、ここはシャープですね。シャープっていうのは細かさを調整できます。ちょっとくっきりになるの分かりますか？ここのディティールな半径とかね。あとは白黒とかもあります。白黒。オン、オフ。オン、オフですね。はい。オンにしてこう赤のところをもっと暗くしたり白くしたりとかもできます。ちょっと今回はカラーのままいきますね。で、ちなみに今やってるのはロー現像って言って色味調整なんですけど、これはですね JPEG とか PNG を読み込んだ時は出てきません。ローデータを読み込んだ時だけこういう画面が出てきますので、 JPEG を選んだ時は次の画面になります。はい、ということで今ロー現像が一旦終了しました。これでチェックボタンを押します。はい。そうするとですね、これがアフィニティフォトモードになりますね。これ前のを使ってる人はですね、見慣れた画面になるかと思います。こっちにツールパネルですね。こっちがプロパティパネルになります。レイヤーとか、調整とかがありますね。こっちは矢印とかトリミングとかがありますね。まずはレイヤーですね。ここレイヤーパネルになります。プラス押すと新しいレイヤーだったりとかが追加することができます。で、ここ削除で一回戻します。で、色調整をまず最初していきましょうか。色調整はここです。調整パネル。じゃあ、例えばカーブをしてみますね。カーブ。押しました。そうするとこんな画面が出てきます。このカーブを押すと、はい、こんな感じでまた色が明るくなったり暗くなったりします。ちょっと大げさに調整してみますね。で、レイヤーのところ開きます。レイヤーのところ開くと、ここにカーブ調整っていうのがあるんです。カーブ調整。こんな感じで、レイヤーとしてこのカーブ調整が追加されてます。これ消すと元の画像が見えるんですね。で、もう一回タッチしたらここ修正できます。じゃあもっと他の足してみましょうか。次、HSL。HSL は色を調整できるんです。例えばじゃあ黄色タッチします。黄色タッチして、で黄色のサイドをこうやってやると、肌の黄色のところですね。ここだけがめちゃくちゃサイドが上がります。肌を白くしたい時とかに使いますね。こう黄色のところの輝度って言って明るさですね。これ暗くしたらめっちゃ汚くなりますので明るくしますね。で、赤は口ですね。口のところをサイドアップ。
あとは色味を変えましょうか。はい、ちょっとこの赤の範囲をここで指定します。赤の範囲を指定して色を変えると、はい、紫色の唇になりますね。こんな感じかな。はい。でもう一回レイヤー見てみましょうか。レイヤー見ると HSL シフト調整っていうのが出てきてます。これもまたチェック入れたり外したりすることができるんですね。なのでこんな感じでレイヤーの調整のレイヤーをですね、どんどん追加して色を変えていくっていう感じになります。で、今こうやって色調整乗っけてますけど、さっきも色調整同じようにやりましたよね。で、どっちでもいいです。ここ見てください。ここのフォト、歪み、現像っていうのがあるんですけど、さっきやってたのが現像です。で、今この画面がフォトです。さっきの画面にちょっと戻してみますね。よいしょ、現像を押します。そうするとこんな感じで、一番最初に見た画面が戻ってきます。ここでもう一回調整したかったら調整してもらっても大丈夫です。で、チェックをしましょう。で、これ今、フォトモードですね。今、フォトモードでございます。だからどっちでも皆さん好きな方をやってもらっていいです。ゴリゴリ加工したかったらこのフォトモードでやると。もうちょっと繊細な色調整したいときは現像モードでやるって思ってもらえればいいかなというふうに思います。はい。で、もう一つですね。これ、歪みっていうモードがあります。この歪み結構面白いので、これを押してみましょう。はい。歪みは何かっていうと、こうやって形をめちゃくちゃ変えたりすることができるんですね。ちょっとやってみます。ここがブラシのサイズかな。これでギュッてやると。はい。見えますか？ウィッてやるともうね、顔がかなり細くなりますね。ちょっと細くしてみましょうか。ちょっとほっぺがね、私プコプコですので、はい、小さくしてみますね。ピンチ。パンチとかいろいろあります。ピンチは何かと言いますと、大きくするモードですね。ちょっと目を大きくしてみましょうか。ギュッと。はい。わかりますか？わかりますか？今ずっと押してます。ずっと押してます。ずっと押してます。ギューって押してます。すると目が大きくなりますね。で、これ多分これをですね、アップさせると一気に大きくなりますね。おい、ギューってと大きくなります。はい、なのでちょっとしたねプチ整形をしたい人はここでやってもらえればいいかなと思います。本当にいろいろあるのでね、渦巻きだったらこうやってギュイーンって回ったりとか、本当にいろんな加工ができますので、ちょっと気持ち悪いので今回はやめておきます。はい、これでチェックボタンを押します。はい、じゃあ次レタッチを紹介していきたいと思います。肌をきれいにするやつですね。ちょっとアムチー先生ここそばかすとかいろいろありますので、これを消していきたいと思います。はい、消すときはレイヤーのこの自分の写真のところですね、これ選択してください。で、レタッチするときはここですね。ここのコピーブラシっていうスタンプみたいなところをですね、これ長押ししてください。で、よく使うのはですね、私はこのインペインティングブラシ。これ私気に入っててよく使います。他のも使うんですけど、ちょっとこれを押しますね。これ何かっていうと、周りの画像をですね、検知していい感じに修復してくれるっていうツールなんですけど、これでここがですね、幅ですね。幅をちょっとこのソバカスのサイズに合わせますね。結構これは公開処刑ですね。はい、見えますか？こんな感じで消していきますよ。めっちゃ簡単。これ、アップルペンシルでなぞるだけ。こうやってちょっとそばかすちゃんたちをですね、ポン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 ってやったら、周りのいい感じのお肌のところをですね、検知してこう消してくれます。はい、すごいでしょ？これでいい感じに、はい、お肌をちょっと綺麗にしていきます。あとはネックレスとか消えるかな？この黒の服の周りに合わせてネックレスが消えるかちょっとやってみますね。このようにですね、ちょっと一気になぞっていきますね。一気にはい、すごい見えました。すごい。ビフォアでアフター、ビフォアでアフター、すごくないですかこの精度。はい、こんな感じで周りを検知して修復してくれるっていうのがこのインペンディングブラシでございます。これめちゃくちゃおすすめですのでぜひ使ってください。次、選択範囲を作ってマスクとして切り抜いていきたいと思います。じゃあこのアミティ先生のところだけを切り抜いて背景を透明にしたいときどうするかっていうと、これがですね、選択ブラシ、ここでございますね。これでこうやってブラシの大きさを調整してこうやって選択することもできます。で、これちょっとこっちがですね、選択されすぎちゃったので、その時はここですね。はい。今追加になっているので、型抜きにしたら、マイナスになりますね。ちょっとブラシのサイズ小さくして、はい。こんな感じでございます。これでですね、ちょっと周り、ちょっと調整していきますね。この髪の毛のとことかね。はい。ここでございます。調整。はい。そうするとですね、こんな画面が出てきます。これで、
このブラシでですね、髪の毛のところとかをこうちょってなぞると、この髪の毛をいい感じに洗濯できるんですね。はい、これで OK だったらここにチェックをします。そうするとですね、こんな感じでアミティ先生のところだけ選択されたので、これで背景を切り抜いていきます。切り抜くときはですね、ここアミティ先生選択してプラスをしてマスクっていうのを押します。はい、そうするとですね、見えますか？こんな感じで背景のところが透明になりましたね。で、選択を解除します。ここ今まだ選択されている状態ですので、選択解除するときは長押しですね。もしくは3本指上からシュで選択解除ができます。この画面ね、V2 になってからバージョン2になってからの画面ですので、ここめちゃくちゃ使えるのでね、削除とかコピーとかあるので、長押ししたらこういう画面が出てきますよっていうのを覚えておいてください。ちょっと選択解除をしますね。そうするとこんな感じで点々点のやつがなくなりました。で、ここ見てください。こうするとですね、ここマスクっていうのが出てきてるんですね。マスク。はい、これで後からこうね、どこが切り取られたんだろうって見ることができます。後から戻すこともできますので、これを覚えておいてください。で、このマスクなんですけど、じゃあちょっとね、後から修正したいなと思ったら、この髪の毛のとこもうちょっと、ここいらないなって思ったら、このマスクを選択します。で、ここのブラシを、ペイントブラシっていうのを選択してください。で、これでですね、ここがブラシ選択するものなんですけど、ここで、ラウンドソフトブラシとかを選択して、幅こんな感じですね。で、色、黒か白、取ってください。黒か白ですね。黒取ります。で、ここマスクが選択されているのを見といてくださいね。で、マスク何かっていうと、黒色で、はい、やるとですね、消えます。なんかこれ今変な感じになってますね。変な感じになってるのはこのウエットボタンがオンになってるからですね。ウエットボタンオフにしました。はい。そうするとこんな感じでですね、はい、消えます。見えますか？黒でなぞると消えます。じゃあ逆に白でなぞります。白でなぞると見えますか？戻ってくるんです。戻ってくる。こんな感じで白でなぞると背景も戻ってきましたね。見えますか？こんな感じで。基本的にマスクっていうのは黒が消えるモードですね。白が見えるです。黒非表示、白表示と覚えてください。なので、後からこうね、調整したいなと思ったら、ここだったらマスクで黒色のブラシを取って、こうちょっといらないなと思ったらこう消していく自分で。こうやって Apple Pencil でね、こうやってなぞれるのはめちゃくちゃいいですね。マウスとかこういうのなかなかできないので、微調整したいなと思ったら Apple Pencil でこうね、ニョイニョイニョイと綺麗にしてください。じゃあ背景つけていきましょうか。背景はプラスで、塗りつぶしのレイヤーっていうのがあるので、これ押してください。はい。そうすると今ここにある色になりました。ちょっと違うのにしてみますね。これ今塗りつぶしのレイヤーここにあります。下に持っていきます。ほい。はい、いい感じですね。いい感じですね。これタッチしたらここ色変わりますね。いい感じの紫にしていきます。はい、じゃあ次。これをですね、もうちょっとリアルな感じにしていきたいので、この紫の背景にアミティ先生が前にいるみたいな感じにしていきたいので、ここにちょっとドロップシャドウみたいなのをですね、つけていきたいんですけど、ドロップシャドウツールっていうのがあるんですよ。このアミティ先生をまず選択します。アミティ先生選択したら、ここにですね、レイヤーエフェクトっていうのがあります。ここに外側のシャドウっていうのがあります。これ押します。はい。で、もう一回タッチしてください。はい。そうするとこんな感じで出てきますね。で、これがですね、よいしょ。こんな感じで見えますか？ここ。シャドウが出てきてますね。これサイズ、濃さ。こんな感じで、ちょっとこっち斜め下とかにこうやって出すんですよ。はい、いい感じですね。これで OK でございます。じゃあ次、アミティ先生を白黒に変えていきたいと思います。白黒フィルターを足していきます。すでに今カーブ調整とこの唇の色のところですね。これの調整があるんですけど、もう一つ追加していきます。この調整ボタンを押して、この中にですね、白黒のやつがあるんですね。はい、これを押します。タッチ。そうするとですね、こんな感じで出てきますね。ちょっと顔が飛びすぎてるので、顔が飛びすぎてる時は赤ですね。顔は赤とかオレンジなので、この赤とかオレンジのところをこう調整してあげるといいと思います。あとは黄色ですね。ここ横にスライドするとこうやってなるので、こんな感じでいい感じにします。で、今ですね、白黒にしたら全部白黒になってしまいました。それはですね、ここ一番上に白黒があって、その下にアミティ先生の顔とこの塗りつぶしのやつがあるからなんですけど、アミティ先生だけを白黒にしたい。そういう時どうするかっていうと、
この白黒調整ってやつを長押ししてギュ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 とこのアミティ先生のレイヤーの中にキュッと入れていきます。はい、わかりますか？もう一回いきますね。これ長押ししてギューッとここに入れる。そうするとこの折りたたんだやつの中にこう入ってくるんですよ。で、これは中に入ったやつだけがこう適用されてるんです。アミティ先生のやつの中に。だから他のやつもちょっと入れていきますね。よいしょ。こんな感じですね。で、この唇紫はもういらないので削除します。いい感じになってきました。次じゃあ切り抜きいきます。切り抜きここですね。ちょっと下あんまいらないのでこの辺だけに行きます。アミティ先生のこの顔なんですけれども、NFT になっていきます。他にもですね、たくさんモデルさんの撮影をしてるんですけども、これ全部ですね、上にイラストを乗っけていって、最終的に NFT になっていきます。で、NFT はですね、アミティ先生の誕生日4月14日に発売されるので、ぜひですね、これかっこいいイラストたくさん出していきますので、ぜひ買ってほしいなと思うんですけれども、はい、今それをやってるっていうような感じで思ってもらえたらいいかなと思います。はい、ということでこれですね。チェックボタンを押します。じゃあちょっと背景にイラストを付け加えていきましょうか。プラス。で、次ピクセルレイヤーいきましょう。ピクセルレイヤー押しました。で、いろんなツールがあるんですけど、さっき使ったこのペイントブラシいきましょうか。ペイントブラシのこっち、ブラシ押すと、ここにですね、三角があるんですけど、ここにいろんなブラシがあるんですよ。本当にプロクリエイトみたいな感じでいろんなブラシがあってですね、クレヨンとかこんな感じですね。グランジ油彩。いい感じですね。こんなんとかありますね。アクリルいいですね。アクリルにします。ちょっとこんな感じで模様、ヒョウ柄を今描いてます。よいしょ。はい、こんな感じですかね。どうですか？これ、はい、今レイヤー足しました。で、これをアミティ先生の後ろに持っていきたいと。後ろに持っていきたかったら、これレイヤーをここの間に持っていく。よいしょ。はい、そうするとこんな感じで、ここの間にこのヒョウ柄が入りました。で、新しいレイヤー追加してもうちょっとイラスト描いていきます。こんな感じで写真加工をしながら自分でこうApple Pencilで絵も描けるから、それが面白いですよね。普通の Mac とかパソコンだったらこういうことができないので、 iPad だったら画像合成しつつ絵も描きつつみたいな、 Mac とかでは作り出せないようなテイストっていうんですかね、そういうのを作り出せるのが面白いなと思います。私エキゾチック系のイラストが好きなので、こういうイラストばっか描いてるんですけど、はい、これがですね1枚1枚 NFT になりますので、NFT この前ね買いそびれた人はぜひ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 買ってくださいはい。で NFT なんですけど、買い方とかはですね以前紹介してるので、その動画ぜひ見てください。今までポチ合戦で早押し買った人が買えるみたいな感じだったんですけど、今度からはですねチケット制になります。チケットをゲットできたら絶対 NFT 買えるっていう感じになりますので、チケットの配布は Discord っていうところでやります。Discord のアプリをダウンロードしてもらって iPadMate の Discord グループに入ってきてください。そしたらですね、そこで3月ぐらいからそのチケットを配布しますので、チケットをゲットできたら絶対に買えるようになりますので、ぜひ皆さんですね、今のうちに Discord アプリダウンロードしてiPadMate グループに入ってきておいてください。この NFT 買ったらですね、iPadMate のコミュニティに入れます。で、コミュニティでは本当に楽しい勉強会だったりとか、もう日々ね、みんなとチャットでいろいろやり取りしたりとか、iPad 好きが本当に集まっためちゃくちゃ価値のあるコミュニティになってますので、ぜひですね NFT4 月14日ゲットできしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでこんな感じで完成しました。いかがでしょうか。もう一色ぐらい足したいところなんですけど、ちょっと今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、ここ一番上ですね、今書いたやつがここ載ってます。で、その下にこれアミティ先生がいますね。で、アミティ先生はこうやって折りたたんでこうグループになってます。折りたたむところにこのマスクって言ってね、背景切り抜いたやつだったりとか、あと色調整とか白黒とかね、白黒戻すとこんな感じですね。戻してもいい感じかもしれないですね。はい。こういうのってプロクリエイトだとできないじゃないですか。プロクリエイトも一応ね、こういうカーブ調整だったりとか、あと色変えたりとかできるんですけど、プロクリエイトは一回変えたら戻せないんですよ。こういうのが出てこないから、プロクリエイトじゃなくて色調整とかしたいときはアフィニティでやった方が絶対にいいと思います。はい。で、最後ですね。ここが後ろにイラストがあって、この塗りつぶしの
はい、バックグラウンドがあるというような感じになります。ぜひ皆さんのね、写真、子供とか、ペットとか何でもいいですけれども、自分の写真とかでぜひこういうのね、作ってみてください。はい、ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。さっき話した NFT の販売チケットですね、Discord で配布しますので、3月までにぜひ Discord に入ってきてもらえると嬉しいです。概要欄のところにですね、リンク載っけておきますので、そこから入ってきてください。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。